ストレスという現代社会で広く見られる問題に焦点を当て、その根源と解決策について探求していきます。こんにちは。私たちの心の健康をサポートする心の健康ナビチャンネルへようこそ。日常生活の中で様々なストレス要因に直面しますが、その多くは私たちの生活や心理状態に深刻な影響を与える可能性があります。この動画では、ストレスの根源となる4つの要因を詳しく見ていきます。過度の負荷、不確実性と不安、感情的な要因、最後に私たちのライフスタイルがストレスを増大させる要因となることを見ていきます。原因を知れば対策が見つかるヒントになるはずです。未来に向けての小さな一歩。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、通知ボタンを押していただけましたら幸いです。それでは心の安定をもたらす解決策を一緒に探っていきましょう。現代社会において、過度の負荷は多くの人々にとって深刻なストレス要因です。時間やリソースの不足、仕事や学業の過剰な要求、そして社会的な圧力が私たちの肩に重くのしかかることで、心身に様々な問題を引き起こします。このような状況に陥った場合、ストレスの管理と克服は非常に重要です。適切な対処法を身につけ、負荷を軽減し、心の安定を取り戻すことが必要です。過度の負荷がストレスを引き起こす理由はいくつかあります。まず、時間やリソースの不足は、私たちの生活における基本的なニーズや目標を達成することを困難にします。次に、仕事や学業の過剰な要求は、私たちに与えられた期限や目標を満たすための圧力を高め、時間的余裕や休息の機会を奪います。また、社会的な圧力は、他者からの期待や評価に対する不安やストレスを引き起こすことがあります。これらの要因が組み合わさると、私たちはストレスの坂道を転がり落ちるように感じることがあります。ここで具体例からより分かりやすく想像してみましょう。A さんは忙しいマーケティングの仕事を持ち、毎日厳しい締め切りに追われています。プロジェクトの要求はますます増加し、A さんは時間的な余裕を持たず、仕事とプライベートのバランスを取ることが難しくなります。他の例も考えてみましょう。大学生の B さんは大学での学業に加えて、アルバイトもこなさなければなりません。試験期間には、彼は睡眠不足とストレスに苦しみます。また、社会的な圧力もあり、友人や家族からの期待に応えるために、B さんは常に高いパフォーマンスを求められていることに苦しんでいます。このような具体例からもわかるように、過度の負荷は私たちの生活に多くのストレスをもたらします。しかし、そのような状況にあっても、適切なストレス管理の技術を身につけることで、私たちは心の安定を取り戻すことができます。時間管理、効果的な休息とリラックス、ストレス解消の方法を学び、サポートシステムを活用することで、私たちはストレスのネガティブなサイクルを断ち切り、より健康的で充実した生活を送ることができるでしょう。不確実性や将来への不安は、現代社会において多くの人々にとって深刻なストレス要因です。経済的な不安、健康上の問題、人間関係の不安定さなどが含まれ、これらの不確実性は私たちの心と身体に大きな負担をかけます。しかし、不確実性に対処する方法を身につけ、ポジティブなアプローチで将来に向かって進むことができれば、ストレスを軽減し、より充実した生活を送ることができます。不確実性と不安がストレスを引き起こす理由はいくつかあります。まず、経済的な不安は、仕事の安定性や収入の不確実性に関連しています。失業の恐れや経済的な困難は、私たちの生活や将来に対する不安を引き起こし、ストレスを増大させます。次に、健康上の問題は、将来の健康状態や病気のリスクに関する不確実性から生じる不安です。健康問題は、私たちの身体と心に直接影響を与え、ストレスを引き起こす可能性があります。さらに、人間関係の不安定さもストレスの原因となります。家族や友人との関係における不確実性や不安は、私たちの心理的な健康に影響を与え、ストレスを増幅させます。例えば、経済的な不安に苦しむ A さんは、ウイルスの影響で仕事を失い、収入が途絶えました。
彼は将来の生活費や家族のための責任について心配し、不安に苛まれていることは容易に想像できます。他の例も見てみましょう。健康上の不安を抱える B さんは、遺伝性の疾患を持っているとします。将来の健康状態に関する不確実性から、彼女は日常生活において常に不安やストレスを感じていることでしょう。また、人間関係の不安定さに悩む C さんは、最近の恋人との関係が不安定になっています。彼は将来のパートナーシップについて不確実性を感じ、ストレスを抱えています。これらの具体例からもわかるように、不確実性と不安は私たちの心と身体に大きな負担をかけます。しかし、不確実性に対処する方法はあります。ポジティブなマインドセットを持ち、将来に対するプランニングやリスク管理を行うことで、不安を軽減し、ストレスを減らすことができます。また、心理的なサポートやコミュニティの力を借りることも重要です。将来への不確実性があっても、自己肯定感を高め、前向きな行動をとることで、私たちはストレスを克服し、より充実した人生を送ることができるでしょう。感情的な要因は、私たちの心に深い影響を与える可能性があります。悲しみ、怒り、孤独、失望などのネガティブな感情が十分に処理されない場合、心理的な負荷としてストレスを引き起こすことがあります。感情を健康的に処理し、適切なサポートを得ることで、ストレスの軽減と心の安定を促進することが重要です。感情的な要因がストレスの原因となる理由はいくつかあります。まず、悲しみや怒り、孤独、失望などのネガティブな感情は私たちの心に深く根付いているため、無視することができません。これらの感情が放置されると、心理的な負荷として蓄積され、ストレスを引き起こす可能性があります。また、感情的な問題は他のストレス要因と相互作用し、より複雑な心理的負担を生み出すことがあります。例えば、A さんは最近恋人との別れを経験しました。彼女は悲しみや失望に苛まれ、日々の生活に集中することが難しくなりました。また、A さんは仕事でストレスを感じており、感情的な問題が仕事にも影響を与えています。A さんは感情的な問題に対処する方法を見つけることが必要ですが、十分なサポートやリソースがない場合、ストレスはより深刻な問題に発展する可能性があります。他の例でも考えてみましょう。B さんは最近友人との間に亀裂が生じ、孤独感に苛まれています。彼は自分の感情に対処する方法を見つけることができず、怒りや絶望によるストレスが日々の生活に影響を与えています。B さんは感情的な問題に対処するためのサポートを求めることが必要ですが、周囲の人々が彼の感情を理解し支援することができない場合、ストレスはさらに悪化する可能性があります。これらの例からも、感情的な要因がストレスの原因となり、心理的な負荷として蓄積されることがわかります。しかし、適切なサポートやリソースを活用することで、私たちは感情的な問題に対処し、心の安定を取り戻すことができます。感情の健康的な処理と適切なサポートは、ストレスの軽減に不可欠な要素です。ライフスタイルの要因は、私たちのストレスレベルに大きな影響を与える可能性があります。ライフスタイルの要因がストレスを増大させる理由はいくつかあります。睡眠不足、不健康な食生活、運動不足、過度の刺激、そして過剰なスクリーンタイムなどの不健康な生活習慣は、ストレスを増大させる要因となります。まず、睡眠不足は私たちの身体と心に深刻な影響を与えます。睡眠不足はストレスホルモンの分泌を増加させ、不安やイライラを引き起こすことがあります。また、不健康な食生活は栄養バランスの欠如や血糖値の不安定化などを引き起こし、ストレスへの対処能力を低下させます。運動不足も身体的な疲労や不調を引き起こし、ストレス感を増大させることがあります。さらに、過度の刺激や過剰なスクリーンタイムはストレスを引き起こす神経の興奮を促進し、リラックスと休息を妨げます。例えば、A さんは毎晩遅くまでスマートフォンやパソコンで作業をしています。過剰なスクリーンタイムは彼の睡眠を妨げ、ストレスを増大させています。また、彼は仕事に追われているため、不
不健康な外食が日常的になっています。これにより彼の栄養バランスは乱れ、ストレス感が増大しています。他の例でも考えてみましょう。B さんは運動不足に悩んでいます。B さんの仕事はデスクワークであり、運動不足が身体的な不調を引き起こし、ストレス感を増大させています。B さんはまた、夜遅くまでテレビを見ているため、睡眠不足も抱えています。これらの具体例からもわかるように、ライフスタイルの要因はストレスを増大させる要因となります。しかし、健康的な生活習慣を実践することで、私たちはストレスを軽減し、心身の健康を維持することができます。適切な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動、そして適度なスクリーンタイムの管理は、ストレス管理の重要な要素です。スクリーンタイムの目安をお伝えしておきますね。幼児2歳未満。スクリーンタイムは避けることが推奨されます。ただし、質の高い番組やアプリを通じた限られた交流が良い影響を与えることがあります。親の監督の下で限られた時間で使用するようにしましょう。幼児2歳から5歳。1日に1時間未満が理想的です。この時間内で高品質な教育的な番組やアプリを選ぶことが重要です。また、親が共に参加し子供が視聴する内容を制限することも重要です。学童期6歳から12歳。1日に1から2時間が目安です。ここでも、教育的な番組やアプリ、オンライン学習リソースに焦点を当てることが重要です。スクリーンタイムの制限を設ける際には、子供とのコミュニケーションや身体活動の時間を確保することが重要です。青少年期13歳から18歳。スクリーンタイムの適切な目安は個々の人数や活動によって異なりますが、2時間未満が理想的です。スクリーン時間を制限する際には、学校や家族とのコミュニケーション、運動、趣味やアクティビティへの参加を促進することが大切です。大人18歳以上。仕事であれば1日に6から8時間が平均と言われています。趣味であれば24時間が目安とされています。ライフスタイルとのバランスもありますので、自分の体とよく相談して判断していく必要があります。これらは一般的な目安であり、個々の状況やニーズに合わせて柔軟に対応することが重要です。いかがでしたか？ストレスに焦点を当て、その根源に重きを置いて探求しました。過度の負荷、不確実性と不安、感情的な要因、そしてライフスタイルの要因が私たちの日常生活におけるストレスを増大させる要因であることが分かりました。しかし、重要なのはストレスを克服する方法を見つけることです。対処法については、また別の動画で詳しく探求していきたいと思います。適切な対処法を身につけ、時間管理やリラックス方法を学び、サポートシステムを活用することで、私たちはストレスの負けのサイクルを断ち切り、より健康的で充実した生活を送ることができるでしょう。サポートシステムは、あなたのストレス管理を助ける重要なツールです。家族や友人などに助けてもらうのが一番良いですが、私の場合、極めて孤独なので、専門家やコミュニティのサポートを活用することも視野に入れると良いとされています。こうして YouTube でつながりを感じられるのも対処法の一つですね。ぜひコメント欄でディスカッションできたら嬉しいです。最後まで見てくださったあなたに感謝。この出会いが未来に向けての小さな一歩となりますように。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。それではまた私たちの動画にいらしてくださいね。